どうも皆さんこんにちは、原寛太です。先日の投稿でご心配をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。心が折れそうですというかなり感情的な投稿をしてしまったにもかかわらず、多くの方から温かい励ましのコメントをいただきました。本当にありがとうございます。同時に厳しいご意見や建設的なご提案もたくさんいただきました。今日は何が起きていたのかという経緯と、私が YouTube を運営する上で抱えている葛藤、そしてこれからどうしていきたいか、包み隠さず正直にお話しさせてください。まず何が起きたのかわからないという方もいると思うので、経緯を説明します。事の発端は今年1月にアップしたコンゴ民主共和国の解説動画でした。コンゴで20年活動されている小川慎吾さんへのインタビューを中心にした動画でしたが、正直かなり硬派な内容でした。でもこの動画が15万回以上再生されるという大きな反響をいただき、もっとコンゴ東部のことを知りたいという声をたくさんいただきました。そこで私は2023年に現地取材した映像をリメイクしようと決めました。ただの再放送ではなく、ナレーションで最新情勢や構造的な背景解説を加えたドキュメンタリー版として作り直すことにしたんです。例えば3本目にアップしたコンゴ東部の大都市ブカブの動画は比較的反響がありました。スーパーマーケットの映像を見せながら、二重経済と呼ばれるほどの富裕層と貧困層の激しい格差を描き、それが後の暴動にどうつながったのかを解説しています。YouTube に詳しい Google の方にも相談し、ただの再アップは伸びないから付加価値をつけようとアドバイスをいただき、徹底的に解説を強化しました。これでリメイクの壁は越えられるはずだと信じていました。しかし一番最近アップした動画の再生回数が異常に悪かったんです。 YouTube を6年続けてきて過去最低レベルでした。登録者が39万人もいるのに、丸1日経って再生回数がたったの4000回。もちろん視聴してくださった4000人の方々には感謝しております。でも正直この再生回数を見て情けない気持ちになりました。本当に心が折れそうになりました。でも中身が悪かったわけではないと考えています。動画を視聴してくれた人の満足度を示す視聴維持率は10分を超えていて、これは私のチャンネルでも過去最高レベルの数字です。クリック率も悪くはない。つまり動画の中身もサムネイルも間違ってはいませんでした。原因を分析すると答えは一つでした。インプレッション数が異常に低い。つまり YouTube 側がこの動画をそもそもおすすめに上げてくれていなかったんです。実はこれにも心当たりがあります。以前 Google の方にこんなことを言われました。原さんが扱っているテーマはニッチすぎて他の人と被らないから関連動画に上がりにくい。さらに今は字幕を細かく設定していることで YouTube の AI が動画の中身を正確に把握しています。少年兵、紛争、性暴力、そういった重たくて残酷なテーマはエンタメが好まれる YouTube というプラットフォームにおいてはどうしてもおすすめから弾かれやすい傾向にあります。この流れでもう一つどうしても話しておきたいことがあります。私の動画のサムネイルとタイトルについてです。煽りすぎだ、過激だと批判されることもあります。でもこれには私なりの明確な戦略、そして葛藤があります。私の書籍、世界は誰かの正義でできているの中でも詳しく書きましたが、人間というのは必ずしも正義だけで動くわけではありません。世界で苦しんでいる人を助けたいという正義のメッセージだけをまっすぐ発信しても、残念ながら YouTube ではエンタメ動画や美男美女が映ったサムネイルには勝てないのが現実です。人間は正義よりも面白そう、怖いもの見たさといった欲望に動かされる生き物です。例えば環境に配慮した服よりも好きな芸能人が着ている服を選んでしまうように。これはいい悪いではなく人間の性質です。だから私は視聴者が最初に目にするサムネイルやタイトルではあえて正義を隠し、時には欲望や恐怖といった感情を刺激することを意識しています。少年兵、末路、崩壊、こうした強い言葉を使うことでまず皆さんの関心を引きつけ、とにかくクリックしてもらう。クリックされなければ始まらないからです。一度クリックしてもらえれば中身の動画で本当に伝えたい正義や真実を必ず届ける自信があるからです。正直に言えば過激なサムネを作るとき、心の中では葛藤しています。ここまでやっていいのかと。でも私はそれを手段として割り切っています。見てもらえなければその問題は存在しないのと同じだからです。そうやって悩みながら戦略を練って魂を込めて作った動画がテーマが重いからという理由でプラットフォームのシステムに弾かれ、誰にも届かずに埋もれていく。その現実を突きつけられた時、今回はさすがに心が折れかけました。もっと大衆迎合的な軽いテーマにすればいいのか
と迷うこともあります。でも私は大手メディアが扱わないような世界の影の部分を伝えたい。今回リメイクしたコンゴの紛争は死者数や少年兵の問題など世界最悪の紛争と呼ばれているのに、日本ではほとんど報道されていません。今回の投稿で情けない弱音を吐いてしまいました。でもそのおかげで気づけたことがあります。コメント欄に溢れていた皆さんからの応援の声です。いつも見ています。必ず届くからやめないで。普段は数字に追われて気づけなかったけれど、こんなにも多くの方が私の背中を支えてくれているんだと改めて実感しました。アフリカに私の大好きなことわざがあります。早く行きたいなら一人で行け。遠くへ行きたいならみんなで行け。社会問題に関心を持ち続けることは終わりのないマラソンのようなものです。一人では息切れして倒れてしまうかもしれない。でもこうして応援してくれている皆さんと一緒ならもっと遠くまで行ける気がします。これからも皆さんの声を力に変えて息切れしない程度に頑張っていこうと思います。最後に2つだけお知らせとお願いがあります。コメントで動画が出たことを知らなかったので告知してほしいという声をいただきました。確かにおすすめに上がらない以上自分から届ける努力も必要です。これからは告知もできる限りやっていきます。その第1弾として来たる2月1日ミャンマー情勢の取材動画をアップします。この日でミャンマーの軍事クーデターからちょうど5年が経ちます。言論の自由を奪われた人々の今を知ることは、これから選挙を迎える私たち日本の未来を考えることにもつながります。ぜひ2月1日の動画を見てください。そして通知をオンにして待ってくれていると嬉しいです。2点目です。 YouTube はどうしても分かりやすさが優先される場所です。もっと複雑な現実や具体的な解決策、あるいは私自身の働き方や本音といった濃い話はここでは切り捨てざるを得ません。そういった話をもっと深く学びたい方のために、2026年は私が運営するオンラインサロンシナジーにも一層力を入れていきます。 YouTube からもう一歩踏み込んでみたいという方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。改めまして今回の件でご心配をおかけしました。そして温かい応援を本当にありがとうございます。正直ポキッと折れかけていましたが、皆さんのおかげでなんとか持ち直しました。 YouTube という場所ではどうしても数字に振り回されてしまいそうになりますが、数字には現れない一人一人の応援を大切にこれからも前に進んでいきます。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。